気合めっちゃ入れてやってるんで、やっぱ僕の店じゃないですか。さすがにもうこれローランドショーに上げ足一切取られない営業できると思うんだけどな。準備ならとっくにできている。今日完璧。おっ気合入れてく満を持してのオープンだったのに。もう額わかるあれ、言ってたけどなあ、それが数分で使われてるわけよ、って考えてたお前やってて。いやその通りです。適当にやってんじゃねえよって、責任感なさすぎんなっていう、何研修してたのっていうレベル。ローランド、大阪の夜の街は制覇できるのか。さらに顔出し NG だった噂の超大型新人もついにお披露目。ザ・ローランドショー開幕。大阪南繁華街の片隅に設置された駐車場のさらに奥にその看板はあった。ローランドグループ待望の3店舗目はなんと大阪。おはようございます。営業スタート2時間半前、業者がシャンパンタワーの作戦準備に追われていた。と開店前なのにシャンパンコールが始まった。声の主は一体。ノーゼラベル一発いただきました。よし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 。コンビ名パーセンテージっていうパーセンテージやらせていただきました。パーセンテージの人だ。ご存知ですか？いや知らないです。まあそれはそうですゴーゴーレッツゴー輝くマシンライダーチャック。去年行われた大阪店のオーディションで入店を勝ち取った元吉本芸人三井花道だ。めちゃくちゃうまくないですか？あれ今ホストなって 1ヶ月ぐらいですよね。1ヶ月です。めちゃくちゃシャンパンコールうまくいややっぱり僕大阪で一番シャンパンコールうまくなりたいんでまだまだ僕こんなもんじゃないです本番でお笑いの勝負では負けた。だけどホストならば賞賛がある。しかしホストも甘くない。厳しい目を光らせるのは昨年6億2000万円を売り上げホスト界の記録を更新。今年からザ・クラブ大阪の代表を任された有志だ。シャンパンコールめちゃくちゃうまくないですか？うちめっちゃ気合入れてるんで。あの人のシャンパンコールちょっとびっくりした。花道ですね。いや花道だけじゃなくて他の子もめちゃめちゃうまいです。もう今気合めっちゃ入れてやってるんで、シャンパンコールはやっぱ僕の店じゃないですか。そう、新人たちは1ヶ月の東京研修の後大阪入り。誰お前名前。大阪でもみっちり研修を受けていた。一方今実家のお金が回らない。一攫千金にベットした若者がいる。おはようございます。登場でやってみます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてかそのさそうです。顔出し NG の。そうです。どうぞ。失礼します。よろしく。はい。では演奏を寄せていただきます。よろしく。どうぞ。ください。待って普通かっこいいよ。よかったかっこいい子来た。そう、内定先に迷惑をかけたくないと顔出し NG でオーディションに参加した志願者。そこにちょっと迷惑をかけられないっていうので、顔出し NG をお願いさせていただいております。その原石っぷりに思わず熱い抱擁を交わし、この子が一番ナンバーワン候補ですね。昨日今日合わせて本当旬味があっ
あるんだね。セルティア酸味もないですか？ちょっとああ分かる。でもうちで言ったらセルティアとさ旬のミックスとかも最強サラブレッドやん。勝手にハードルを上げられる中、大手企業の内定を蹴り晴れてホストクラブの門を叩いた。今すごいハードル上がってるんで、セルティアシュンって言われてるんで。いやもう勘弁してほしいと思う。もう顔は OK なんですか？あ、そうです。もう内定なんでダメでしたっけ？ちょうど内定先蹴るっていう内定先ね持ってったっていうので、ちなみにどの企業だったんですか？証券あ、マジ？マジです。それ取っちゃダメでしょ逆に。俺は絶対やめた方がいいと思いました。ご両親は知ってるんですか？あ、してます。ご両親は何て言ってるんですか？あ、もともとそれこそ言った時にはもう頭を抱えられたんですけど、まあ奨学金も返すし、それこそ兄弟いるんでそれの学費とかも出すからっていうので、そこまで売れるからっていうのを、まあそれこそローランドショーの YouTube とか見てて、まあなんとか説得したっていう感じ。将来の安定より今のスリルにかけた。だから極限までプレッシャーを受け入れる。大阪の有望株といえば、名前が自分なんか友達からラリルレロ業のなんかラ行大阪オーディションを勝ち抜いたラレルレロ業の19歳は東京で働くことを熱望。戦力が分散してしまった。とここで大阪店のルームツアー。まずびっくりしたのが、ここ駐車場必ず通らないといけないです。そうなんですよ。僕も最初いやこれ入りづらいっていうか見つけづらいだろうと思ったんですけど、逆になんか特別感あるなみたいな。駐車場入らないとうちの店までたどり着かないよみたいな。そういうのうちのローランさん好きじゃないですか。会長が結構ポジティブに捉えてるんで、まあいいかと思って。さらに衝撃なのが、ビルが3階まであるんですけど、ここ全部借りてるんですよ。あー、マジ？はい、すげえ。一棟借りってことね。そうですね、一棟借りです。気合入ってますよ。まだ2階と3階内装入れてないんですけど、2階は、次の出店に控えてお店として使えるように2階も今取ってあるんですけど、大阪にローランドビルが爆誕。じゃあなんかメインフロアじゃないんですけど、初回のお客様、なるほど。ここが初回のお客さんの。そうですね、初回のお客様がメインになるんだ。メインフロアとは別でこっちで設けてますね。これがバーカウンターになる予定です。バーなんかちょっとエミレーツのなんかなるほど。わかります。飛行機のビジネスクラスの。そうです。あれ、ゆうさん乗ったことあるんですか？エミレーツ航空の。エミレーツはないです。憧れ。ここで一回ローランドさんとかゆうさんでここ一回軽く接客を受けてこっち入るっていう。入るみたいな。面白い。ちょっと面白いですよね。面白いこれは。メインですね。メインフロア。メインフロア。意外と広く見えて席数は結構少ないんですよ。そうなんですね。25択しかないんで。でも僕らザクラブで慣れてるんで小さいじゃないですか。なんでまあそれもいいかな。一方、新人ばかりがここ大阪店に集められたわけではなかった。ホスト歴9年、東京から移動させられた相馬だ。彼昨日まで歌舞伎町にいたんで。あ、今日移住してきた。そうです。翔子さんも大阪組だったんですね。そうです。家段ボールだけです。なるほど。ローランド・チルドレンが今度は有志を支えることになる。東京からの移動組は他にも。はじめまして、南聖波って言います。南聖波って言います。南制覇。はい、よろしくお願いします。はじめまして。南を制覇するの制覇。そう、みんなの願いを込めて、はい。はじめまして。ゼロからスタートなんでよろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。
10年使い続けた源氏名をここへ来て改名。桐生聖也改め南聖波 AKA クレイジーバックスだ。ちょっとおかしな気配だが、東京オーディション組2年目の正代はというと、改名しました。あ、正代から名前変えた。そう。何になったんですか？新藤クレアです。新藤クレア。イエスさんと一緒に考えました。はい、彼はなんと大阪で新藤クレアになりました。お願いします。なんで？いや、まあ心機一転ですね。心機一転、街も変わりますし。彼もまたここ大阪で新たなスタートを切る。おや、ロマネも大阪組か？おはようございます。おはようございます。いや、偽物だ。俺がいいか。オーディションを色物枠で勝ち取り、俺何回見ても笑えんだよな、この組み合わせ。本当にまあ謝罪のタイミングめちゃめちゃ遅かったです。本当に申し訳ないです。東京の洗礼を浴び、西のローランドとなるべく大阪へ。今日出勤ちょっと遅くないですか？ちょっと遅かったです。ヘアメイクに時間かかってしまう。18時間。今日は18時まで。はい、18時までに出勤したら遅刻ってわけじゃなくて。はい。花道さんとあ、そうなんですか。ありがとうね。あれです。結構多分やる気が。目の前ですよ。そうです。自己的に。はい。今日は18時って聞いてたんで、ギリギリで来ちゃいました。はい。よろしくお願いします。やる気の問題と語るコンティ。これが後に重大なミスを招いてしまう。オープン2時間前、会長ローランドも駆けつける。2日で休みのやついない？大丈夫か？もう散々孫さんがなんかオープンあるごとに俺らオープンでグダグダのとこ面白がって撮るじゃん。で音楽流して音楽。なんで？10分間に合わねえじゃん。いや待って、流れてね。いやこれで流れるはずなんですよ。流れないこっちで流れてもうわ最悪だなこれ。であれ悔しすぎて絶対ミスしないようにしようって言って、運営サイドと話してオープンの1日前にうちの RBL の女の子たち呼んで、もうお前らお客さんのふりして難しいお客さんとかちょっと痛めのこと言ったりとか面白いことやれよとかなんか何でもいいから仮想お客さんの役やってって話してたんですよ。そう、実はオープンの前日、ローランドが経営する脱毛サロンの女性スタッフでシミュレーションを行っていたのだ。ホストたちは俺たちは知らない。運営サイドだけ知ってる。なるほど。そうでやらしてみたら俺ら完璧だと思ってリハーサルまで準備してたのにシャンパンコールの曲がねえとかそんなことが発覚して、だからマジであれやってなかったらまたローランドショーでダセえとこ取られるとか今日完璧。事前準備は余すことなくやってきた。だからあんな集大は二度と晒してたまるか。さすがにもうこれローランドショーに上げ足一切取られない営業できると思うんだけどな。じゃあもう本当にでも完璧ですね。音楽なればね。そう、嫌な予感というのは的中してしまうものである。あとはファーストだったりとか想定される業務で一番テンパりそうなの昨日やってみて付け漏れとかあったから、その辺まだスムーズにできないんだったら初回役2人1組とか入れ替わってファースト一通りやったりとかしよう。絶対テンパるから。昨日であんだけテンパるってことは今日絶対テンパるから、まず1回、ファーストやりましょう。 OK。 はい。オープンまで残りわずか。シャンパンコールを中心に練習するホストと来客をテーブルまで案内する通称ファースト業務の最終調整を行う。じゃあファースト組に来て。新人たちに教育するのは
ホスト歴1年半、正代改め新藤クレア。オープンまでに接客やシステムなどの基礎知識を叩き込むよう有志から任命されていた。本番を想定した最後の予行演習。お客さん役にはローランド。新人からしたらやりづらさマックスのシミュレーションだ。じゃあそしたら萌えと、はい、あと割り物でウーロン茶。かしこまりました。お客様はどうしましょう。何が飲めますかね、初回って。お客様の場合はですね、初回で入られてますので、こちらの白い星印と、黒い星印のドリンクが、お飲みいただきます。初回いくらですか？初回は5000円で。時間は60分ですね。スミノフとかって飲めないんですか？飲めます？スミノフも飲め。お金かかりますかこれ？ミキの場合は黒いやつを飲み放題ですよね。かかりますか？枝の場合は黒も飲み放題。飲めます？スミノフって。はい、お飲みいただきます。スミノフとノンアル欲しいんですけど。はい。これはいわばオープン前の単なる復習。なぜこんな初歩的な質問を今？お客様の場合はですね、初回で入られてますので、写真指名というのが1人お選びいただけます。はい。1人しか選べないんだ。あ、そうです。1名様につきお一人。じゃあ場内したらいくら？なんで即答できない？お前教えてないでしょ初回。もう初回のシステム教えてないでしょ。初回のシステム全部教えました。誰が？僕が。なんでできないの？お前が教えてないからじゃないの？料金形態とかはちょっとまだ分かんなくて。分かんないって一回習って分かんないのか、それでも習ってねえから分かんねえのか。分かんねえんだったらまず一旦もう一回やり直さなきゃいけない。オープン前に習ってねえから分かんないの？習ったけど忘れた。なんか場内とかはちょっと分かんないですね。それ習ってないから。それどっち？習ってないからできない、忘れたわけじゃなくて、だったらお前の責任だからお前しっかり一回まとめて一回料金システム教えねえと。場内で飲み直したことですか？いや、場内指名と写真指名はまた別だから。じゃあちょっと分かんないです。教えてねえだろお前。じゃあちゃんと教えろよ、もう一回集めて。じゃないとこのやり取り絶対あるぜ。初回いくらですかとか、枝は隅の句飲めますかいくらですかのやり取りがこんなスムーズじゃなかったら、絶対滞りなくできないよな。一回集めて、じゃあもう一回やろう。よし、一回。じゃあ一回集まって。何研修してたのっていうレベル。怒りの矛先はクレアに新人教育を任せていたユーシへ。俺代表ができないんだったら俺の責任だと思うのよ。でその代表の下の部下が例えば正代とかその辺ができてなかったら俺代表の責任だと思ってるのよ。で多分正代研修さ任してたじゃん。多分その代表としての人選で多分正代に任せてたと思うんだけど、できてなかったからってなった場合は正代を教えないと、そこから下も全部担当しなきゃいけなくなるよ。正代の下までマネジメントするつもりだったらいいけど、全部見るの難しいじゃんってなったら、正代に下の子をマネジメントさせた方がやっぱ楽ではあるじゃん。それができないと自分が見なきゃいけないわけだからってなると、今の正代に任せるのは俺多分無理だと思うよ。全然教えられてないと思う。一プレイヤーではなくお店の代表へ求められることはこれまで以上に多い。そして正代、お前こっち来い。いいよ、座っていいよ、座っていいよ。いやマジでなんかお前幹部だとしたらなんか自覚足りなすぎるわ。なんかヘラヘラやってるかもしんねえけど、お前がさその大阪のプロジェクトに任されて、で有志からさ結構重要な役職任されてるわけじゃん。だとしたらさ全然できてないと思うよ俺。責任感なさすぎんなっていう。適当にやってんじゃねえよって。教えるまでがゴールじゃねえんだよ。教えてできるまでがゴールなわけ。だから形上教えましたっていうだけだったら別にゴールじゃねえから、過程なのそれは。俺らが目指してるゴールはあいつらがちゃんと滞りなくできますっていうところが終着地点ね。お前が説明してあいつが忘れてたらあいつらの責任だよ。なんで忘れてんの、お前がいけないよなって話になるけど、いや教わってないからできませんって言われたら
これお前に言うしかなくねえか、その選択肢なくね、まあ一応お前には期待してるわけよ。だから今後お前に対して仕事とか教えるっていう業務をさ任せることもあると思うんだけど、そうなった場合はお前が教えた部下のミスはお前のミスだからな。多分ミスとかあると思うけど、フォローするとかヘルプでなんか粗相したら嫌でもお前が言って「すいませんうちの部下が」と盛り上げて空気をもう一回盛り返すぐらいのそれぐらいの責任感ねえと有志代表が一人で頑張る店になっちゃうと思う。お前支えるためにいるわけでしょ、だから支える側だし引っ張っていかなきゃいけない側じゃん、ちゃんと自覚持てよ、頼むぞ。はい、いよいよオープン。大丈夫か大阪店。次回おし気合入れてけついに始動ザクラブ大阪。期待の新人ホストは初接客へ。いややめて、まずスーツの着こなしだな。新人だらけの大阪店。コンティが暴走、正代が焦る。あれコンティが持ってたやつだとさ、ちょっと嫌じゃん。そしてあれ曲は曲悪夢再び。